はい、皆さんこんにちは。今回は国産で SUV、そして高級車といったら筆頭で名前が出るレクサス RX 行ってみましょう。はい、ということで皆様いつもご視聴いただきありがとうございます。車市場好きリーマンチャンネルです。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。今回ご紹介するのはレクサスの RX 試乗というところですけれども、すでにデビューしてから期間が経って街で見かけるのも増えたかなと思います。ですのでレクサス RX の実力を改めて確認しながらライバルとなる BMW、メルセデスと比較していきたいと思います。まずですね、エクステリア改めて見ていますけれども、このスピンドルグリルの新形状いいですよね。試乗車の色はグラファイトブラックで、左上に出したのは白のホワイトノーバーになりますけれども、どちらでもこのスピンドルグリルは似合うなと思えるものになっています。レクサスにとってこの RX は基幹 SUV として絶対失敗できない車種で、前期型もですね非常にかっこよく完成されたデザインだったんですけれども、この新型になってまたデザイン進歩させたなと思いますよね。ここら辺も力の入れようが伺えるかなと思います。今回は試乗メインなのでこれぐらいにして内装をいきたいと思いますけれども、新型 RX の内装についてはですね、結構皆さん注目しているかなと思うんですけれども、新型の NX に近い内装をしていると思いますけれども、一緒ではないんですよね。ここら辺は結構ヒエラルキーがあって差別化されているかなと思います。この点についても試乗しながら触れていきたいと思います。ではエンジンを始動させてナビ起動ということで、いつもながらですねレクサスのこのオープニングの演出はいいですね。美しいと思います。この RX はいろんなグレードを展開していますけれども、試乗車のグレードについて触れておきたいと思います。今回は350の F スポーツに乗ります。車両本体価格はですね706万円で、オプションが 85.5 万円約ですねついていて、込み込みで790万円ほどとなっていますね。こちらの車両で試乗していきたいと思います。ただですね RX についてはこのガソリンモデルの 350F スポーツとハイブリッドの 350H のバージョン L、 そして 450H プラス、さらにトップモデルの 500H の F スポーツパフォーマンスが控えていますので、かなりラインナップは増えているかなと思いますね。まずですね、今走り出してさーっと流しましたけれども、この RX どのグレードでも共通で言えるかなと思う最初に感じるいいところがですね、やはりこのクラスとして感じられる高級感、乗り心地の良さですね。たまにですね RX と NX を比較、検討しているときに RX の弟分が NX みたいな表現をされることがあるんですけれども、確かにサイズで言うとそうかもしれないんですけど、車のコンセプトは結構違うかなと私は感じますね。RX はいわゆる分かりやすい高級車、高級 SUV としての顔を持っていると思うんですけれども、 NX はどちらかというともうスポーツ寄りの SUV にレクサスの中では仕立てられていますので、スポーティーさを求めるなら NX で、ラグジュアリーを求めるなら RX だと思いますね。そして今 F スポーツに乗っていますけれども、F スポーツとは言ってもですね、結構足は動きますし、乗り心地全然いいなと思いますね。乗り心地の比較で言うと、私いろんな車試乗しているんですけれども、ライバルとして上がってくる、BMW の X5 があるとしますね。だいたいサイズ感で言うと競合してくるんですけれども、 X5 の方が全然乗り心地はしっかりしてるかなと思います。なので乗り心地をゆったり、同乗者後部座席の方も快適にということでは、もう RX に軍配が上がるんじゃないかなと思います。ただですね、その上でスポーティーさをより求めていくのであれば、X5 今いいんじゃないかなと思いますね。そしてもう一つ比較対象で出てくるメルセデスの GLE とかそういった系統になってくるとですね、ここら辺は RX も要注意かなと思いますね。乗り心地でいうと GLE はかなりレベルが高いので、エアサスとかも選べてきちゃうものになるので、ちょっとそういったところで言うと、ラグジュアリーで並べていくとメルセデス、レクサス、BMW
っていう感じに、RX 基準で並べるとそうなるんじゃないかなと私は感じてます。ただですね、ここが悩ましいと思うんですけれども、皆様お気づきの通り価格帯が合わないんですよね。メルセデスにしても BMW にしても GLE であったり X5 のクラスになってくるとスタートが1000万円になってくるので、ちょっと RX の700万円台からスタートできるっていうところとかなり差がついてしまいます。なのでクラスで見た時ではなくて、価格も含めて見た時には、例えば BMW であれば今出している X3、 そしてメルセデスであれば GLC といったのも十分選択肢に入れて検討している方が多いんじゃないかなと思います。そうしてくるとですね、 RX の立ち位置も見え方が変わってくると私は思うんですよね。その立ち位置というのは RX が一番ラグジュアリーであるということが言えると思います。ここら辺もですね、国産車、輸入車含めて車選びをする時の言ってみれば面白さでもあると思うんですけれども、いろいろですね、クラスで見たり価格で見たりした時の国産車の立ち位置って見え方が変わるものなので結構面白いと思いますね。そして RX はこの見方をした時にめちゃくちゃバランスが取れてて、国産車の高級 SUV として確固たる実力を持っているなというのが言えると思います。ここまで輸入車と国産含めた時の RX の見え方についてご紹介してきましたけれども、ちょっと RX を褒めすぎじゃないのというところもあるかと思います。こちらはですね、 RX にいい点と悪い点があるとすればですね、私はですね2つだと思っています。まず1つ目はですね、 RX と NX の違いは確かにあるんですけれども、そんなに大きくないかもしれないなというのが一つですね。今内装を確認していますけれども、冒頭にですね RX と NX の内装で結構話題になる違いが何かということですけれども、この助手席のデザイン、高級感っていうのは確かに RX の方が差別化されていてきちんとされているんですけれども、違いといえばそことですね、シフトノブ周辺のデザインが違うということになっています。逆に言うとそこが違う、そこしか違わない、大きくはですね、大きくは違わないというところがあるので、じゃあこの上級 SUV の RX の内装って NX と結構似てるじゃんと言えなくもないですよね。当然ですね、使われてる素材とかは高級なものになっているんですけれども、結構デザインとか似てますよね。モニターなんかはかなり一緒ですし、メーターなんかもほぼ一緒と思います。ここら辺も賛否両論あるのかなとは思います。またですね、もう一つの注意点というか気になるのがグレード展開ですよね。 RX は今のところ350を中心としたバージョン L、F スポーツというのと 350H のバージョン L、そして 450H プラスのバージョン L、そして最後に 500H の F スポーツパフォーマンスということになっていますけれども、ここを見たときにですね、RX の立ち位置であるラグジュアリー SUV というのを考慮したときにはですね、やはりバージョン L もしくは 450H のバージョン L とかを選びたくなると思うんですけれども、ここにはですねからくりがあって、同じ RX350 のバージョン L と 350H のバージョン L の価格を比べるとですね、約90万円の差があるんですよね。そして RX350 のエンジンはですね 2.4 リッターの直列4気筒エンジンということですけれども、これはですね NX の350と同じエンジンなわけですね。このエンジンが NX に積まれていて NX350F スポーツであればスポーティー SUV ということで結構しっくりくるのかなと思いますけれども、 RX に積まれた時にはですね、少し車体からするとちょっと中途半端かなと思いますね。ここで少し加速してみたいと思います。聞こえましたかね。今4気筒が回転数上がってですね、こんな音がしてくるんですよね。これがスポーティーさを売りにした NX であれば結構しっくりくるのかもしれないんですけど、ラグジュアリーを前面に出している RX になった時に、ちょっと似合うのかなっていう、そこをですねちゃんと確認されてから選ばれた方がいいのかなと思いますね。ちょっとですね350についてマイナスな言い方をしてしまいましたけれども、RX の中で選ぶのであればという意味で捉えていただければと思います。いろいろお伝えしましたけれども、
RX は選んで間違いない車種 SUV の一番に出てきていい車だと言えると思っています。はい。ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。皆さんもいろいろな意見お持ちかなと思いますので、よろしければコメントで教えてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さんも良いカーライフを。